はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回ですね、センター試験2020数 1A の徹底解説をしていきます。今日ですね、ちょうどセンター試験の2日目が終わりまして、今日数 1A もあったんですけど、とりあえず受験生の方はお疲れ様でした。今日はしっかりと自分のことをねぎらって、ここまで頑張ってきた自分を褒めてあげてください。とはいえね、まだその2時とかもね、あると思うので、今日はですね、その今日あったセンター試験数 1A の問題を2時を意識しながらしっかりと解説していこうと思うので、ぜひ最後まで見てもらえたらいいなと思います。ということで、早速やっていきましょう。じゃあそれではやっていきましょう。爆速解説センター2020の数学回答1の A をやっていきます。まず第1問からですね。A を定数とする。直線 L の傾きが負となるのは A の値の範囲が何とかの時である。直線の傾きが負ってことは、この直線見て傾きがどこに対応するのかなっていうことが分かればいいと。ここですね。だから、これが0より小さいっていうものを解いてあげれば、マイナス2から4というのが分かるわけですね。ここは特に問題ないと。次。この傾きの部分が0じゃないとして、括弧1の直線 L と X 軸との交点の X 座標を B とする。この直線があって、X 軸との交点のX 座標を B とする。その時、A が0より大きい場合、B が0より大きくなるのは何とかの時である。要は直線があって、で、ここの X 座標との交点 B の部分が0より大きくなる場合を聞いてると。どっちも。で、A が0より大きい場合っていうのはどういうことかというと、ここの Y 切片。Y 切片の部分が0より大きいっていうふうに言ってるわけですよね。だから Y 切片が0より大きい場合に B が0より大きい部分でぶつかるためにはどうなればいいのかっていうことを考えていけばいいと。だったら、こっちじゃなくてこっち、傾きが正じゃなくて負の時ですね。だから A が0より大きい場合で傾きが負になるのはマイナス2から4のうち0より大きいところだから0から4と。次、A が0以下の場合は B が0より大きくなるのは A が何とかの時である。これもまた A が0以下っていうことは Y 切片の部分が0以下と。ここより下ですね。その時に X 軸の正の部分とぶつかる場合っていうのはどういう時かというと、傾きが正の時ですね。ただ、A が0の場合は Y 切片が0ということから絶対にぶつからないと。絶対にぶつからない。どうやっても無理だから、その A イコール0の場合は×と。で、2次になってくると、こういうことをちゃんと気をつけなきゃいけないんですよね。A が0の場合は絶対にダメなんですよ。センターの場合は穴埋めだったから、とりあえず良かったものをちゃんと0かなどうかなっていうことを見極めていかなきゃいけないっていうのが2次の話なんですね。だから、よく意識しなきゃいけないこととして、イコール0かなイコール0じゃないかなその不等式を使うとき、こういう不等号を使うときは、イコールを含むかどうかっていうところを常にチェックしないと、そこの部分でミスが起こる可能性があるというわけですね。ということで今回 A イコール0の場合は負かと。じゃあ A が0より小さい場合はって言われたら傾きが正の時っていうことがわかると。だから傾きが正っていうのはこれに含まれない場合。つまり A がマイナス2より小さい時ですね。A イコールマイナス2の時は、A イコールマイナス2。これもまた、統合について考えなきゃいけなくて、A イコールマイナス2の場合は、傾きが負ではないから正ではなく、傾きが0の時ですね。傾きが0の時っていうのは絶対ぶつからないじゃないですか。X 軸と平行になっちゃうから。ということで、イコールマイナス2の場合も含まないと。こんな感じで、イコールを含むか含まないかっていうところをちゃんと意識していかないと、2次では対応できないと。ただセンターの範囲では問題なく、ただ穴埋めすればいいだけなのでね、問題なくできると。で、また A イコールルート3の時、B イコールなんとかである。これはもうルート3を代入してあげて、イコール0を解いてあげればいいわけですね。3-2ルート3-8だから、マイナス5-2ルート3。x で、プラス a か、プラスルート3。これが0になるとき。っていうのを解いてあげれば、x っていうのは、こっちに移行してあげて、5プラス2ルート3を全体で割ってあげれば、x イコール5プラス2ルート3分のルート3なので、計算、5-2ルート3でかけてあげると。そうすると、ここが5ルート3と6になって、ここが13ですね。こんな感じで求められるというわけですね。第1問はちゃんとグラフで考えると。その交点とか、
この傾きが負とかっていうものを、このどこの部分が傾きに対応するのかな、何が Y 切片なのかなっていうのを見てあげた上で、しっかりとグラフで考えてあげるっていうのがポイントでした。これっていうのは解の配置問題ですよね。いわゆる1次関数の解の配置問題だったというわけですね。2次関数だったら当然グラフで考えるっていうのは当たり前じゃないですか。それが1次関数で出ても結局はグラフで考えるっていうのが鉄則なんだよっていうことを問うてる問題だったと言えます。こんな感じですね。それでは次。2、自然数 N に関する3つの条件 PQR を次のように定める。4の倍数、6の倍数、24の倍数と。で、否定の話だったり、自然数全体の集合の話だったり、その補集合の話だったりがわーっと書いてあると。これは基本的な定義なので、あんまり問題ないでしょう。で、次の数に当てはまるものを下の1、5のうちから1つ選べ。32は PQR のどれに含まれるかというわけですね。これ PQR それぞれについて32は当てはまるかなっていうことを考えていけばいいと。32は4の倍数だけど、6の倍数でも24の倍数でもないと。だから、P には含まれるけど、Q には含まれない、R には含まれない。それの共通項ということですね。共通する部分。だから、こういう風になると。だから、答えは丸2ですね。要は、P と Q、not Q っていうものを合わせてあげたもの。ここの部分だけを切り取ってあげても、当然32っていうのは成り立ちますね。ということで、これで最初の部分は丸2と。次の他に当てはまるものを下の0から4のうちから1つ選べ。P かつ Q。P キャップ Q に属する自然数のうち最初のものは何である？ 4 の倍数であり、6の倍数である。これはもう最小公倍数の12って書いてあげればいいと。で、この12っていうものは R に含まれるか含まれないかという話ですね。N は24の倍数である。12は24の倍数じゃないので、当然要素として含まれないですね。こんな感じで。だから丸4というのが答えですね。次の値に当てはまるものを下の0から3のうちから1つ選べ。自然数、さっきの12は、命題なんとかの判例である。これの、どれの判例ですかっていうことですね。12っていうのは何だったかというと、P と Q は満たすと。だけど、R は満たさないよっていうのが、12の値でしたね。じゃあ、これを元に考えてあげると、P かつ Q ならば、これ答え3なんですけど、P かつ Qならば R っていうのは絶対成り立たないと。なぜかというと P かつ Q だとしても R じゃないものがあるよっていうことを言ってるわけなんで。だからこれを見てあげると、丸3の判例だということがわかるわけですね。一個一個考えてあげてもいいんですね、これ。P かつ Q っていうのは12。ならば R じゃないよ。12ならば R じゃない。24の倍数じゃない。そもそも命題がおかしい。じゃあその命題として何があるかっていうと、12は絶対、12ならば24の倍数じゃないっていうものを満たしてるの判例にはなり得ないですね。なぜかっていうと、12はこれの0の命題を満たしているから、そもそも。っていう話ですね。こんな感じで考えていくと。とにかく P かつ Q っていうものを12は満たしてるけども、R を満たしてないわけだから、P かつ Q ならば R というわけじゃないっていうものを12は表しているということがわかるわけです。じゃあ次のいきます。3。これ二次関数の問題ですね。その二次関数でもしかしたら出るかもしれないっていう平行移動のところがね、無事出たというわけですね。C を定数とする二次関数 y イコール x2 乗のグラフを 2.C0 と C プラス40を通るように平行移動して得られるグラフを G とする。G をグラフに持つ二次関数は C を用いてこう表せるよっていう問題ですね。これはこの x 軸との交点から方程式を求めるパターンですね。要は C0 と C プラス40を通るっていうのはどういうことかというと、これ因数分解するとこういう風にできるということですね。C と C プラス4が解に持ってると。このグラフイコール G イコール0のグラフを考えると、こういう風に因数分解できるよってことなんですね。特に x2 乗の係数は1なのでこうなると。だからこれを展開してあげれば、ここに2と4が入ってくるというわけですね。これを展開しただけ。で、次、2.303-3 を両端とする線分と G が共有点を持つような C の値の範囲はっていう問題ですね。要は、30、X 座標が3とき Y 座標が0。はたまた、3カンママイナス3と。この30と3マイナス3ですね。この間で共有点を持つっていうのはどういう時かっていうと、この G のグラフを、これ fx というふうに考えてあげると、F3 の部分が、F3 っていうのが
x イコール3の時に、この二次関数 g が通る部分ですね。通る y 座標。これがマイナス3から0の間にあればいいというわけですよね。だから、あとはこいつを解いてあげればいいというわけなんですね。じゃあ、これ実際に真ん中に3を入れてあげると、どういう値になるかというと、これに3を入れてあげると、F3 イコール9マイナス、この 2×3 で6と。6c プラス12足す c2 乗プラス 4c と。イコール c2 乗マイナス 2c 引く3というふうになるから、あとはこの不等式を2つに分けると。こっちとこっちに分けてあげて、左側で考えると c2 乗引く 2c が0以上。で、c が0以下か2以上。で、右の方はってなったら、これが0未満だから、普通に計算してあげて、マイナス1から3かな。だから、これ、かつこれっていう風に考えてあげると、まあ、数直線考えてあげてもいいんですが、マイナス1、3。この間かつ0未満、または2以上。っていうところの共通部分。だからここですね。を考えてあげると。だからここ1、0、2、3が入ってくるわけですね。よろしいですか？次。2、ぬの場合。これ2、3の場合ですね。2以上3以下の場合を考える。g が点3マイナス1を通るとき、g は二次関数 y これ x2 乗のグラフをこう平行移動したものである。これもう簡単ですよね。点3マイナス1を通るって言われた瞬間何をするか。代入なんですよ。もうこういうパターンをいかに抑えてたかと。だから、F3 は C2 乗引く 2C 引く3だから、C2 乗引く 2C 引く3イコールマイナス1。この時点でもう C が求まるわけですね。C イコール1プラスマイナスルート3だけど、この範囲だから1プラスですね。プラスルート3になると。で、グラフをこれだけ平行移動した。平行移動って言われたら何を考えるか。これは、x2 乗の係数をとりあえず一緒だということは常に意識しながら、頂点だけ考えるんですよ。頂点を考える。頂点の移動だけ考えていけばいいわけですね。だから、要は c イコール1プラスルート3の時の頂点と、あとは y イコール x2 乗の頂点を考えてあげればいい。この頂点は00ですね。もちろん。じゃあ、あとは、この g の、頂点を考えてあげればいいんですが、これを一旦平方完成してあげようと。頂点考えるわけだから。これ平方完成してあげると、こういう風になると。まあ、平方完成してあげただけなので、特に気にしなくていいかなと思います。そうすると、頂点の座標は、頂点は c プラス2マイナス4という風になるわけですね。だから、平行移動するのであれば、x 方向に c プラス2、y 方向にマイナス4だけ平行移動したものだという風に言えるわけですね。で、今回は c っていうのは1プラスルート3だから、はい、これ2足せば、3プラスルート3。x 軸方向に3プラスルート3、y 方向にマイナス4、平行移動したものですよっていうふうに言えるわけですね。よろしいですか？また、この時 g と y 軸との交点の y 座標は、この y 座標ですね。y 軸との交点っては y 切片。つまり、x イコール0を入れたところ、ここの部分に対応するわけですね。c カッコ c プラス4に対応すると。だからと c カッコ c プラス4を求めてあげると、c が1プラスルート3だから、これ5プラスルート3をかけてあげて、イコール、この定数の方は5足す3で8。有理数の方ですね。それで、ルート3の方は5ルート3足す1ルート3で6ルート3と。これで求まるわけです。はい、こんな感じで2次関数とやっていきました。とりあえず、傾向はだいぶ変わりましたね。傾向はだいぶ変わったんですが、とりあえず誘導に乗っておけばなんとかなるところではあったのかなっていう感じですね。じゃあ続いて第2問に移ります。まず図形の問題ですね。三角形 ABC があると。BC イコール2ルート2とする。で各 ACB の二等分線と辺 AB の交点を D として CD イコールルート2。で、コサイン BCD、コサイン BCD、ここか。イコール4分の3とすると。この時 BD イコール、これはもうこの形見たら、だいたいもうセンター試験の最初の問題でやらせますよね。予言定理。BD の2乗っていうのが、ルート2の2乗足す2ルート2の2乗引く2かけルート2かけ2ルート2コサイン4コサイン BCD と。だから、10-6で4だから BD は2というわけですね。次、サイン各 ADC はということですね。ここの部分を求めさせたいと。このサイン ADC を求めるにあたって、これはどういう角なんだろうっていうことを考えてあげるわけですね。そうすると、こ
こが2っていうのが分かって、ここの角っていうのは、ここの三角形の角って考えたらもうダメそうですよね。だからこの三角形のここの部分よりをシータとすると180度引くシータっていうところに対応してるんだっていうことを分かると。だから、ここのサインを求めてあげて、サイン180度引くシータはサインシータですよね。これを使ってあげて、このサインを求めてあげればいいと。あとは何するかっていうと、このサイン。もちろん余弦定理でここのコサイン求めてあげるっていうこともできますし、ここのコサインがもう分かってるから、ここからサインを求めて正弦定理を使うっていう方法もありますね。どっちでもいいと思います。じゃあ、せっかくなので、サイン BCD、BDC、正弦定理の方を使ってあげましょう。BDC 分の2ルート2。これがサイン BCD。これっていうのはコサインが4分の3って分かってるから、1-4分の3を2乗したもの、16分の7のルートで4分のルート7と。分の、ここの2ですね。これを計算してあげれば、サイン BDC が分かって、BDC と ADC は同じなので、このサイン、これを使ってあげると。そうすることによって、サイン ADC は、これをかけるわけですね。かける。で、これもかける、2ルート2かけ4分のルート7を半分に割ると。だから2ルート2かける4分のルート7を半分に割ればいいから、4分のルート14と。これがわかるわけですね。次、AC 対 AD。この比を求めましょうと。は、ルートなんとかであるから、ここの部分で対応するものって何だろう。これ角の二等分線っていうあの性質を使うんだ。これ対これイコールこれ対これというわけですね。AC 対 BC イコール AD 対 DB。言い換えれば、AC 対 AD イコール BC 対 BD。この2つのパターンで考えてあげられるわけですね。だから AC 対 AD っていうのは BC 対 BD に対応するんですね。だからこれっていうのは BC 対 BD と。だからルート2。こんな感じで求められるわけですね。次、じゃあ AD はって言われたら、AC がルート2、AD が2。なるほど。だから、ここの部分を X とすると、ルート 2X か。で、どうすればいいんだっていう風になるわけですよ。ここ X、ルート 2X。あと何を使えばいいか。ルート2で。ここで出番なのが、はい。余弦定理ですね。余弦定理。x ルート 2x ルート2で、ここのコサインが分かってるわけですから。BCD がね、コサイン BCD っていうのが4分の3で、この角が一緒ってことは、ここが4分の3ってことが分かってるわけですよ。余弦定理を使ってあげると、x2 乗っていうものが2プラス 2x の2乗引く2かけルート2かけルート 2x。だから 2x コサイン BCD4 分の3と。こういう風に言えるわけですね。で、移行して、ここを約分してとかやってあげると、x2 乗引く 3x プラス2イコール0。だから x イコール1と2という風になるわけですね。じゃあ、どっちだっていうことなんですよ。1か2か。2だった場合っていうのは、どうなるかというと、2ルート2、2、2、2ルート2と。こういう風になるわけですね。これはまあ、良さそう。一見良さそうに見えて、これダメですよね。ここ垂直になって、各BDC が垂直にはなり得ない。これ二等辺三角形になって、これ中点だから垂線を下ろしたことになっちゃうんですね。だからうまくいっていかないと。だから答えは2の方だとダメだと。1の方だと特にそういうものもなく、1ですね。はい。で、三角形 ABC の外接円の半径はと言われたら、外接円の半径出すパターンってもう一つですよね。一つじゃないな。二つではある。図形的に求められる場合もあるけれども、基本的には正弦定理を使ってあげるわけですよね。だから、この ABC のうち、どっかそのサインがわかるものないかなっていうふうに探すと。サインがわかるもの。特にパッと見なさそうですね。ACB のサインもわかんない。ABC のサインは、一応これ余弦定理使ってこの角度も分かってっていうふうにもできるわけですね。はたまたこれ実はルート2ルート2 1なので、これあれなんですね。二等辺三角形なんですね。だからそれを使ってあげるとすぐできると。ここ垂線を下ろしてあげると、ここの部分は2分の1。で、ここルート2だから、サインのここの長さっていうのは3平方の定理で 2-4 分の1、4分の7のルートだから、2分のルート7と。そうすると、ここのサインっていうのは、サイン BAC っていうのは、サインここの角度っていうのは、ルート2分の2分のルート7と。これがサインBAC と。これ計算すると2ルート2分のルート7。だから4分のルート14か。これがわかるので、あとはここで正弦定理を使ってあげればいいと。2R イコール4分のルート14分の2ルート2。
これ計算してあげて、この部分が消える R は、ルート2かけるルート14分の4とひっくり返してあげると、ここルート7になるから7分の4ルートなんですね。こんな感じで求められるわけです。とりあえずこれ後半のところがちょっと難しいですね。このルート2であるからっていうところから、一応文字で置いて予言定理を使ってあげるっていうのは基本的な流れではあるんですけども、ちょっと難しいという感じですかね。ただ外接への半径はって聞かれた時に正弦定理とか1対1対応させる。この聞かれたことに対してこの条件をどう使うか。その外接への半径っていうものをどう使うか。正弦定理とか、この二等分線っていうものから何を使っていくか。あとでこ対ここはこれ対ここっていうものを使っていくんだろうなっていうことはもうすぐにもう見て予想しておかなきゃいけないというわけですね。この二等分っていうものをどう使うかっていうことを考えたらそれしか基本的に考えつかないというわけなんで、しっかりとそういうふうにアンテナを張っておくと、この出てきた時に、あ、やっぱ出たというふうにわかるわけですね。2次では結構問題文が与えられて誘導がないわけだから自分でその問題を使っていかなきゃいけない。だから2次で大事なのはこういうことなんですね。その2次で大事なのはしっかりと問題の与えられた条件を見た時に、この条件だったらこういうふうに使えるなっていうところをパッとアンテナを張り巡らせるということですね。だからセンターでちょっとできなかったよっていう人はぜひそこの訓練もしてもらえたらいいかなと思います。次、2、データの問題ですね。このデータの問題をちょっとカッコ1だけにします。カッコ2以降はちょっといろんなデータとか読み取りとかあって時間もかかってしまうっていうのと資料作りがちょっと大変ということでカッコ1のみにさせていただきます。99個の観測値からなるデータがある。四分因数について述べた記述でどのようなデータでも成り立つものは個と差である。この中から2つ正しいものを選びなさいと。四分因数ですね。この四分因数ってそもそも何かっていうと、中央値とかの仲間ですね。中央値とかの仲間。データが99個ありますよと。この時に中央値って何ですかって言われたらそもそも中央値っていうのは真ん中の値なんですね。真ん中の値。これ奇数個あるんでちゃんと真ん中っていうものが定義できるわけですよ。1、99っていうものと2、98、3、97、点々点っていう風に寄せていくと真ん中っていうものが定義できる。それが50番目ですね。1たす99。最初たす最後割る2で50という風に言えるわけなんですけど、この50番目に対応する数字の値が中央値と。じゃあ四分因数はって言われたらその中央値をちゃんと奇数番目なんであると。だから、この中央値を境に、2つの、要は49個ずつのデータに分かれると。このそれぞれ49個のデータについての中央値という風に見てあげれば、第一四分因数と第三四分因数が求まるというわけですね。中央値っていうのは言ってしまえば第二四分因数ってことなんですけど、ここの部分を、この黄色の部分を求めると、49個の中央値だから25番目と。で、これは75番目の数字になるわけですね。それを踏まえた上で見ていくと、平均値は何とかの間に、標準偏差より大きいとか書いてあるわけですね。これ、平均値とか標準偏差って、第一四分因数と第三四分因数と全然関係ないんですよね。求め方がそもそも違うと。第一四分因数と第三四分因数は、中のデータがどういう値になってるか関係なしに下から順番に並べて、機械的に何番目だからこれっていう風にしてるわけ。だけど平均値っていうのは、ちゃんとそれぞれの一個一個のデータを見てあげて、その中の全て足した和の平均という風に考えてあげると。和を個数で割ってあげるっていうことですからね。だから、平均値。標準偏差は分散のルート。これもまた計算方法全く異なると。全く異なるものが四分位範囲よりどうだっていうことは、実は一概には言えないというわけなんですね。データを選んであげれば、微妙に違うものが出てくると。で、中央値より小さい観測値の個数は49個である。中央値より小さい観測値の個数は49個である。一見49個だから正しそうですね。だけど落とし穴なんですよ、ここが。っていうのは何かというと、中央値より小さい。このより小さいっていうものは、中央値を含めちゃいけないというわけですよね。中央値を入れない。だけど、実はこれ49番目が中央値と言った、50番目の値が中央値と言ったわけなんですが、この49個の部分で同じものが流れてあるかもしれない。例えば、全部1だった場合、全部1だったデータだとしますよ、99個とも。もちろん、中央値も50番目の1ですし、第1四分因数も第3四分因数も全部1になりますよね。で、1になると、1より小さい、つまり1を含んじゃいけない。その観測値の個数はって言われたら0なんですよ。だから49個っていうのは必ずしもそうは言えない。っていうのは、もしかしたらここら辺で同じ数が出てくるかもしれないから。こんな感じで。極端な例ですけど、そういう場合もあるというわけなんですね。
丸3、最大値に等しい観測値を1個削除しても第一四分位数は変わらない。つまり、この一番大きい99番目を消してあげると。削除すると、1番目から98番目までのデータだけが残るわけですよね。その第一四分位数はって考えたときに、要は偶数、最初偶数になる場合っていうのは、こう98個ある場合。っていうのは、まず中央値っていうものが真ん中の値がないわけなんですが、ちょうどこの49番目と50番目の間の値があればいいなっていうことですね。とすると、中央値っていうのは49番目と50番目の平均値になるわけなんですよ。よろしいですか？そうすると、じゃあ、四分位数はってなると、この前半1から49の部分における中央値っていうような見方をしてあげると。これって、元のその99個データがあった時と変わんないんですよね。うん。この真ん中の部分に対応する部分が、ここで、抜けたという感じですよね、イメージとして。だから結局、中央値の部分がちょっとずれるけれども、四分位数の方はずれないと。第一四分位数の方はずれないということになるわけなんです。ということで、丸3は常に正しい。次、第一四分位数より小さい観測値と第三四分位数より大きい観測値とすべて削除すると、残りの観測値の個数は51個である。これ一見正しそうですよね。第一四分位数より小さいってことは、ここの24個が取り除かれる。同じくこっちも24個取り除かれる。99-24で、99-48か。で、51というふうに言えるんじゃないかということだと思うんですが、これもまた、より小さいとかより大きいっていうところがミソと。第一四分位数っていうものがここにあったとして、だとすると、もしかしたら、この前とかのところに同じものがあるかもしれない。つまり、同じものがあったら、第一四分位数より小さい観測値で削除したところで、24個が消えてくれるわけではないんですよ。大丈夫ですか？だからもしかしたら場合によっては24個こっち側で消えない可能性があるから、必ずしも51個とは言えないよっていうことで×。答えは3と5なんですが、5は何かというと、第一四分位数より小さい観測値と、第三四分位数より大きい観測値とをすべて削除すると、残りの観測値からなるデータの範囲は元のデータの四分位範囲に等しい。これはそうですよね。第一四分位数より小さいっていうのは、この25番目未満の数字と。で、第三四分位数より大きいっていうのは、この75番目より大きい数字。それを全部取っ払ってあげると、結局その範囲っていうのは、25番目のやつが最小、75番目の部分が最大。この値の差がデータの範囲になると。で、それっていうのは、この値の差っていうのは、元のデータの四分位範囲そのものなので、これが正しいと言えるわけですね。だから35。これはこのより小さい、より大きいとかで、同じものが出てくるかもしれないっていうところがミソだったというわけですね。で、データはこんな感じで、ちょっと括弧2以降は、ちょっと資料の都合上割愛しますが、過去ひげ図とか、あとそのデータがたくさんあって、その散らばりから何個かなっていう風に数えてあげて、ヒストグラムと対応させていくという問題でしたね。うん。結構ね、時間かかったんじゃないかなと思うので、ちょっとね、できなかった方はそんなに気を落とさず、2時に向けてしっかりと頑張ってもらえたらいいかなと思います。では、第3問目に行きます。3問目は確率ですね。この中から正しいものを2つ選べということなんですけど、ちょっと長いので、1問1つ1つチェックしていきましょう。まず、丸0。1枚のコインを投げる思考を5回繰り返すとき、少なくとも1回は表が出る確率を P とすると、P 大なり 0.95 である。これは、少なくともっていう風に言われていると。少なくとも。ってことは、余事象かなということに反応してあげると。そうすると、余事象。5回投げて、毎回裏が出る確率。それが余事象だから、それが2分の1の5乗ですね。それを1から引いてあげればいいから、イコール32分の31と。これ 0.95 より大きいかなっていうふうに思って計算してあげると、うまく 0.95 より大きくなってくれるので、丸0は正しいですね。正しい。じゃあ次、丸1。袋の中に赤と白が合わせて8個入っている。玉を1個取り出して、色を調べてから袋に戻す思考を行う。この思考を5回繰り返したところ、赤玉が3回出た。従って1回の思考で赤玉が出る確率は5分の3である。これはどういう感じですかね。とりあえず5回繰り返したら赤玉が3回出た。だから、赤玉が出る確率って5分の3だよね。これって言えるのかどうかっていうところですね。これって言えないですよ。絶対言えない。例えばなんですけど、あなたが宝くじを買うとしますよ。宝くじ。で、3枚宝くじ買って、1枚当たらなかった。
だから、この宝くじ当たる確率ってゼロだよねって言えないですよね。たまたまあなた自身が当たらなかっただけで、もしかしたら、もっと大きい思考で見ると、もっと確率が変わってくるというわけなんですね。これを5回を無限大に飛ばしたら、無限大回繰り返したところ、その5分の3倍、5回に3回出ただったら5分の3っていうのは実は大学の範囲で考えるといけるんですね。ただそれは大学の範囲と。実際のところ、5回繰り返すとか3回出た。だから確率が5分の3っていうのは一概に言えないんですよ。仮に赤玉が出る確率が2分の1だったとしても、5回繰り返したら3回出ることなんてしょっちゅうありますもんね。ということで、これは×と。次、丸2。箱の中に2と書かれたカードが1枚、ロが2枚、ハが2枚の合計5枚入っている。同時に2枚のカードを取り出すとき、書かれた文字が異なる確率は5分の4である。どうですかね。これまず、5枚のカード。こいつをちゃんと区別してあげると。だから、イ1とロ1、ロ2、ハ1、ハ2の5枚のカードを考えてあげて、この中から2枚のカードを取り出す場合、だから 5C2 が分母に来る。じゃあ分子はつったら、異なる、書かれた文字が異なる個数っていうのはどういうふうに考えるかなって言ったときに、異なる。これ同じものを全体から引いてあげればいいじゃんっていう風になるわけですよ。同じものは、ロ1、ロ2の場合とハ1、ハ2の場合の2通りですね。だから2通りを全体から引くと。そしたら5分の4になるから、これは正しいというわけですね。だから、2つ選べって言われたらさっきの丸0と丸2という風に言えるんですが、一応丸3も、これかなり2次とかでも重要になってくるんでね。コインの面を見て、表または裏とだけ発言することが2体ある。で、正しく発言する確率が 0.9、嘘をつく確率が 0.1 と。ロボットなのに嘘をつくんですね。これら2体は互いに影響されることなく発言するものとする。今ある人が1枚のコインを投げる。出た面を見た2体が共に表と発言した。その時に実際に表が出ている確率を求めなさいと。これ条件付き確率ですね。表っていう風に共に発言した時に実際に表が出ている確率。これはどういう条件かというと、分母の確率に共に表と、こういう条件の方が来るんですね。条件付き確率がわかんない方は、最近、つい昨日出した、その条件付き確率の講義をぜひ見てもらえたら、こういうことねっていうのがすぐわかるんじゃないかなと思います。下という確率の上に表と発言したかつ表が出ている確率ですね。だから、表が出て、ロボットもが共に表と。そういう確率を考えてあげればいいと。そうすると、どういうふうに考えるかというと、表が出てロボットが共に表っていうのは簡単なんですよ。だって、コインが表出たっていうのは 0.5 の確率ですね。さらに発言する確率 0.9 ずつの確率では正しい方を言えばいいので、分子の方は 0.5×0.9×0.9 なんですよ。一方で、分母の方は共に表を発言する場合っていうのは、コインの表が出ればこの確率。じゃあコインの裏が出ればって言ったら 0.5× 表と発言するためにはどっちも正しく発言しない必要がありますよね。だから、どっちも正しく発言しないっていうのは 0.5×0.1×0.1 の場合と。これを計算してあげればいいわけですね。0.5 はここで消えてあげる。だから 0.82 分の 0.81 と。これ明らかに、これが答えなんですけど、82分の81。これ明らか 0.9 より大きいですね。だから P が 0.9 であるっていうのは×と。こんな感じで考えてあげるわけですね。これはかなり重要な問題なので、しっかりとこの確率まで出せるようにしておきましょう。じゃあ、それでは2。1枚のコインを最大で5回投げるゲームを行う。このゲームでは1回投げるごとに表が出たら持ち点に2点を加え、裏が出たら持ち点にマイナス1点と。表で2分の1、裏でマイナス1と。なるほど、なるほど。で、はじめに持ち点は0点としてゲームの終了のルールを次のように定める。持ち点が再び0点になった場合、それは終了と。で、0点にならなかったとしても5回投げ終わった時点で終了という感じですね。じゃあ、1、コインを2回投げ終わって持ち点がマイナス2点である確率は、コインを2回投げ終わって持ち点が1点である確率は、これどういうふうに考えるか。持ち点がマイナス2点とか、2回投げた時に、どういう表と裏で点数が変わってくるわけだから、表と裏何回出ればいいんだろうなっていうことを考えていけばいいんですね。だから、例えば2回投げて表だったら4点、表裏だったら1点、裏だったらマイナス2点になるわけですね。だからこの時点で持ち点がマイナス2っていうのは裏と。2回投げて持ち点が1点っていうのは表と裏と。で、これ当然逆もあり得るというわけですね。そうすると、
全体として表裏2回投げる場合は2の2乗の場合があると。表表、表裏、裏表、裏裏の2通り、2の2乗通りある場合に、じゃあ裏裏である確率は当然1、2の2乗分の1で4分の1だし、表裏の場合は表裏と裏表の2つあるから2で4分の2で2分の1になるわけですね。じゃあ持ち点が再び0点になることが起こるのはコインを何回投げ終わった時である。要は2点とマイナス1点やって何回の時に持ち点が0点になるかなって考えた場合に2点マイナス1点。要は持ち点表1回につき裏が2回出ればいいんですね。表1対裏2の割合と。そう考えると当然3回だったり6回とか3の倍数の時に0になると。0点になり得るわけですね。で、今回5回までしか投げないわけだから3回のみというのが答えですね。じゃあコインが3回投げ終わった時に持ち点が0点になる確率はっつったら表1、裏2の場合だから当然、これいろんな考え方があって反復思考って考えてあげますか。そうすると 3C1 分の2分の1の1乗かける2分の1の2乗みたいな感じでもできると。そうすると8分の3ですね。大丈夫ですか？次。括弧3、ゲームが終了した時点で持ち点が4点である確率。持ち点が4点。要は5回投げて4点ですね。ただここで注意しなきゃいけないのが、0点になった場合はもう終わっちゃうわけだから、0点にならない場合でかつ4点になる確率っていうことを考えてあげなきゃいけないと。じゃあ持ち点が4点である確率ってどういう場合かっていうと、表が出たら2点、裏が出たら1点で、要は、その表が出た回数を X とすると、裏が出る回数って 5-X ですよね。こんなことしなくても、だいたい4回1回とか3回2回とかやっていくうちに、3回2回の時だってなるかもしれないんですけど、例えばこれが5回じゃなくてもっとたくさんの数で、この4点っていう部分がもっとめちゃくちゃな数だったら、こういう風にやってあげて、2x-5-x。これが4っていうのを計算してあげるっていう方法が一応成功法と。それで x は3ということがわかるわけですね。だから表3回、裏2回と。表3回、裏2回になれば4点になるわけですね。ただし、その過程で0点になってはいけないっていうところが注意と。だからまず、普通に表3回、裏2回が出る確率っていうのは2の5乗分の 5C2 ですよね。そっから引かなきゃいけないと。そっから何を引くかっていうと、途中で0点になる場合。0点になる場合っていうのは3回目までに表、裏、裏っていうのが出ちゃう場合ですね。表、裏、裏。だから3回までに表、裏、裏で、からの表、表っていう風なものが出た場合に、この時点で0点になっちゃうわけだから、これで4点になる場合っていうのは除かなきゃいけないわけですよ。じゃあどうするかっていうと、ここの場合っていうのは、表、裏、裏を並び替えた3通りかける表、表の1通りの3をこうやって引いてあげればいいと。だから32分の7になるというわけですね。ここがちゃんと引かなきゃいけないっていうところがポイントと。じゃあゲームが終了した時点で持ち点が4点であるとき、コインを2回投げ終わって持ち点が1点である条件付き確率は、もう条件付き確率ってことは、どういう条件なんだろう。持ち点が4点であるとき。だから分母はさっき括弧3で求めた時の世界になってるんだなっていうことがわかると。じゃあその上で、コインを2回投げ終わって持ち点が1点である条件付き確率を求めなきゃいけないと。だからここの部分で、2回終わった時に1点。2回終わって1点。で、かつ、持ち点が4と。最後のね、ラストの持ち点が4点と。この確率を求めてあげなきゃいけない。だから、この確率っていうのは、2回で終わって1点ってことは、表と裏が出てるわけですね。で、持ち点が4点。要は残り、その表3回、裏1回が出なきゃいけないと。大丈夫ですか？この場合だから、間違えた。表3回、裏1回か。表2回、裏1回か。これだね。こういう風になる場合と。つまり 2×3 ですね。場合の数としては。2×3 あると。だから32分の 2×3 が入ってくるわけなんですけど、さっき言った通り、ここで途中でゲームが終了してしまう場合を引かなきゃいけないんですね。してしまう場合っていうのは、表裏で2回終わって1点で、かつ、その直後に裏が来てしまうと0点になっちゃいますね。で、それで残り表となる場合の、これっていうのは、ここで2通り、ここで1通り、ここで1通りあるから、2通りあると。この分だけ引いてあげなきゃいけないと。大丈夫ですか？だから、答えは、これが消えて7分の4になるわけですね。
こんな感じです。条件付き確率っていうものをしっかり分かっていれば、できはする問題ですが、ちょっとこの、再び0点になった場合っていうものをちゃんとここで取り除いてあげると。4点になればいいっていうわけじゃなくて、4点になる過程で0点を1回も挟んじゃいけないっていうことがしっかりと取り除くべきポイントだというわけですね。そうすれば、それを意識さえすれば、あとはできるはずという感じですね。じゃあ次、第4問。整数問題ですね。x を循環小数 2.363636 とする。この時、これを求めてあげるときに、これを100倍してあげて、この循環小数部分をカットしてあげるわけですね。100x っていうものをやると、桁がそのまま2個左にずれるわけだから、それを差を取ってあげると、この小数部分が全部消えてくれると。ここが消えるから、99x イコール234と。これ計算してあげると、x イコール11分の9で割るから、26か。こういう風になるというわけですね。じゃあ次。有理数 y は7進数で表すと、こういう感じと。ね。AB、AB、AB という風に繰り返し行われる。ただし0、6は AB は0以上6以下の異なる整数であると。この異なるっていうところが後々効いてくるわけですね。で、同じようにこれを求めるときは、2個位を移行するために、移動させるために49、7の2乗をかけてあげると。要は7をかけると、位が1個上がるわけなんですよ。だから7を2回かけてあげればいい。で、それで差を取ってあげると、ここの小数部分が消えてくれるというわけですね。よろしいですか？要は 48y っていうものが 2ab-2 になるわけなんですけど、この 2ab っていうのは200足す 10a 足す b ではないんですよね。7進法で表しているので、2×7 の2乗足す a×7 足す b と。それに引くにしてるわけですね。だからこれを計算してあげると、y っていうのは、ここの98引くに96になると。足す 7a 足す b を48で割ってあげるという感じになるわけですよ。で、ここで見てあげてほしいのが、48、96、2倍になってんじゃんというわけですね。だから2足す48分の 7a プラス b ですよっていうことがわかると。よろしいですかね。と表せる。じゃあ、括弧1。y が分子が奇数で分母が4である分数で表せるのは、y が分子が奇数で分母が偶数と。48分の96足す 7a プラス b と。この分子が奇数で、分母が4と。分母が4ってことは12で割ったってことですよね。12で割ったと。だからこれイコール4分の、これ12分の96プラス 7a プラス b っていう風にしたということですよね。ここの部分が奇数になればいいというわけなんですよ。だからもうちょい96と12を分解してあげると8プラス12分の 7a プラス b という風に言えるわけですよね。で、ここが奇数になるためにはどうなればいいかというと、ここは偶数なわけだから、ここは奇数になればいいんですね。12分の 7a プラス b が奇数と。なるほど。12分の 7a プラス b が奇数か。とするとどうするかというと、当然、これが1、3、5、点々点々点っていう場合が考えられるわけですよ。じゃあ、この奇数値がどれだけの値を取り入れるかというと、例えば a、b に0を入れると0ですね。0。だから、0より大きいはずなんですね。で、じゃあ A と B に66を入れると、7×6、42、足す B が6で48。だから12分の48で4と。だからどんなに多くても4だと。だから0以上4以下の数で奇数となるものはつったら1と3しかないんですね。1 or 3と。だからここの部分が1 or 3ってことは、この y っていうのは4分の9か4分の11のどっちかしかありえないってことなんですね。こんな感じで整数問題のポイントっていうのは A と B の範囲が決められていることから絞り込みと。基本的な整数問題の形だというわけなんですね。しっかりとその整数問題のパターンの一つに絞り込み、不等式の範囲で絞り込むっていうものがあったんだっていうことは復習しておいてください。じゃあ次、4分の9、4分の11か。y イコール4分の11の時は 7×a プラス b はって言われたら、要はここの部分が3の時を言ってるんですね。だから 7a プラス b が36というわけですよ。これが36になればいい。じゃあ a は b は何っつったら A の方から考えていくと A が5の時ですね。で B が1。要は36を7進数で表しているというわけなんですね。7進法で表すと51になりますね。36割る7すると余りが5で、小が5で余りが1だから A が5、B イコール1になる。
これがわかるわけですね。とりあえずここがわかれば、あとはできる。で、その時にちゃんと絞り込みっていうところ、どこの部分がどうなってんだろうっていうことを考えていくっていうことが重要だったわけですね。次、y-2 は分子が1で分母が2以上の整数である分数で表されるとする。y-2。要は y-2 っていうのは、これ、y は2プラスこれだったわけだから、y-2 は48分の 7a プラス b と。じゃあ分子が1で分母が2以上の整数で表されるということは、ここの部分が、なんか、分子がこうなって、ここになんかの整数が来ると。で、2以上ですね、ちゃんと。ってことは何かというと、7a プラス b が48の約数だってことですよね。これ約分して、ここの 7a プラス b が丸々消えてってことで、48だったら当然1分の1になっちゃうから条件満たさない。だから48の約数のうち48以外というわけですね。だから 7a プラス b が、7a プラス b イコール48の約数の1、2、3、4、6、12、16、24、48はダメと。そのどれかですよっていうことが必要だというわけですね。じゃあ、これで、1、2、3、4、5、6、7、8個だっていうふうにしちゃダメですね。なぜかというと、A、B は異なる整数だから。だから、A、B が A イコール B イコール1、2、3、4、5、6の場合はダメなんですよ。これは全部 7a プラス B が1から24っていうのは、絶対に、ちゃんと A と B の範囲考えてあげると大丈夫。なぜかっていうと、A、B っていうのは7進数で表される、7進法で表されているものと。だから、要は、この100より小さければいいんですよね。それっていうのは、1、7、49と位考えてあげると、こっちは49だから、48以下だったら絶対に 7a プラス b を満たす a と b はあるんですよ。この範囲で。とすると、これは全部満たしそうに見えて、a も b も1、2、3、4、5、6だったらダメだと。じゃあ a イコール b イコール1だった場合って、例えばどうなるかなって言ったら8ですよね。これ8。で、同じようにこれって、その2倍、3倍、4倍という風になっていることがわかると。だから8の倍数の場合は A と B が一緒になっちゃうわけだからダメなんですね。じゃあ8の倍数っていうのはどれかっていうと、これとこれと。これの時は A と B が一緒になっちゃう。もちろん0の時もないですね。A イコール B イコール0の時は 7A プラス B0 になってダメと。で、この場合を除いてあげたもの、従って残りの6個が答えになりますよっていうわけですね。だから最後の問題は、なんかここまでできて、なんかそれっぽい感じになって、約数だ、バーっと言って数えて8個ってやっちゃうと、ちょっと落とし穴にはまると。この異なるっていうところをしっかりと見とかないとミスをしてしまうっていう、ちょっとね、嫌な問題だったかなと思います。ということで、とにかく2次の対策ではこういう絞り込んでいくっていうのはパターンの一つにあったと。他にはね、約数で考えるとか、因数分解の形で考えるとか、いろんなパターンあるんですけど、とにかく、とりあえずこれは絞り込みっていうものを学んでもらえたらいいかなと思います。じゃあ最後、第5問ですね。第5問は、平面図形ですね。これ、僕がセンター数学 1A の脳内解説の時に話したことまんま出てますね。じゃあ、実際解説していくと、まず三角形 ABC があると。で、辺 BC を7対1に内分する点を D。辺 AC を7対1に内分する点を E と。ここを E とするとき、で、AD と BE の交点を F として、CF と AB の交点を G とすると。こんな感じですね。この時、GB 対 AG とか、FD 対 AF とか、FC 対 GF とか、いろいろありますね。これは、まずは、ここの部分、GB 対 AG を求めるにあたって、これもう完全に千葉の定理の形まんまやんけってことですよ。まんま。だから、はい。GBAG っていうふうに GBAG ってやりたいんですが、一旦、千葉の定理のこういうふうに旅をしてあげるっていうことを考えてあげると、AG から GB に旅して、BDDC ですね。で、次 CEEA と。これが1になるわけですから、ここの部分が7、ここが7分の1だから1ですね。だから AG 対 GB は1対1なんですよ。1になると。じゃあ次、FD 対 AF はっていう風にやってあげると、いろいろ求め方はあるんですね。いろいろ求め方がある。だけど、この形見たら、よくあるパターンで落とし込んでもいいんですね。これちょっと知ってていいと思うんですけど、この三角形と、この三角形と、この三角形の3つに分けてその比で考えてあげるっていうパターンがあるんですよ。
要はこれ1対1だったら、こことここの面積は同じですね。11というふうに言える。で、ここが7対1ってことは、この面積とこの面積の比が7対1って言えるんですよ。だからここに7。この面積が7なんですね。丸7と。そうすると、必然的にこれ BD 対 DC が7対1と。これ実はね、チェバの定理使わなくても、ここの7対1、7対1ってやって、ここが7対1で、ここも7対1だ。だからここ1対1だっていうふうに求めることもできるわけなんですけど、とりあえずこれ知っといてください。で、じゃあ FD 対 AF はって言ったら、FD 対 AF。FD 対 AF。これっていうのは、ここの面積対ここの面積で分かると。だから、8対1ですね。だから EU は18というふうに言えるわけなんですよ。じゃあ次に FC 対 GF。FC がどこかというと、FC か。FC 対 GF。これも同じように、FC はここ対 GF がここと。だから2対7というふうに言えるわけなんですね。こういうふうに求めることもできるということは知っておいてください。じゃあ、従って三角形 BFG、ここか。対 CDG。CDG はここですね。ここの面積比を求めましょうという感じですね。これどういうふうにやるかというと、全体の面積の何分のいくつかっていうふうに見てあげても、見てあげるのが一番とりあえずミスはないかなと思います。三角形 CDG。CDG の方は、これまず全体の2分の1がここで、それをさらに8分の1に分けてあげると。だから16分の1ですね。CDG は全体の16分の1と。じゃあ BFG はって言われたら、まずここの部分が全体の9分の7ですね。117だから9分の7のさらに半分だから9分の 7×2 分の1と。これを求めてあげると18分の7分の16分の1だから、これを割ってあげるとかけ7分の18になると。で、8、9だから56分の9となるわけですね。よろしいですかね。次。4点 BDFG が同一円周上にあり、かつ FD イコール1のとき。とりあえず汚くなったんで、もう一回書けますか。この BDFG が同一円周上にあると。あって、FD イコール1だ。FD イコール 1? の時、AB イコールなんとかである。もうこの形見た時に、真っ先に思い浮かべなきゃいけない。これって、思考で考えるんじゃなくて、見た時に、この形ってあれじゃんっていう風に思ってあげることが重要なんですね。ここが1で、ここの長さ、ここ方べきの定理じゃんっていうのはすぐ思いつかなきゃダメなんですね。AF っていうものは、さっきやった通り、ここ8か。ここ8ということが分かっていて、AG 対 GB が1対1っていうのはさっき求めたと。ここが中点になってると。だから AB、ここの部分で方べきの定理使ってあげればできるわけなんですね。だから AB の長さを X とすると、ここ X とすると、ここ2分の X だから、2分の X×X イコール 8×9 っていう風にやってあげると。8×9 イコール2分の1の X の2乗と。だから X の2乗が144になって X は12ということがわかるわけですね。こんな感じで求めてあげるというわけですよ。次、A イコール3ルート7。ここが3ルート7だとしますと。なるほど。3ルート7だとすると、AE×AC は何とかである。AE×AC は何とか。3ルート7× さっき AE 対 AC7 対8ってやったのか。ってことは、ここは7分の24ルート7と。7分の8倍。だから AE×AC は3ルート 7×7 分の24ルート7をしてあげれば、ルート7ルート 7×7 になるから約分できて72だ。72? あれ ?8×9 と一緒じゃんってなるわけですよ。だからこれかけこれも、これかけこれも、これかけこれも全部72で一緒。つまり、ここで方べきの定理の逆から、ここも円の中で内接するし、もちろんここも全体もするわけですね。これは内接する。じゃあ次、各 AEG は何とかである。どれと一緒ですかっていうふうに聞いてるわけですね。各 AEG。ここの部分か。なんか、円に内接して、いかにも接現定理使わせたいんだろうなっていうような問題ですよね。見た感じ。だってそれが方べきの定理の逆っていうものをついさっきやってることだからね。もう匂わせてるものだから、ここで内接するっていうか、こっちで考えてあげると、ね、こっちで考えてあげる。要はさ、ここの四角形を見てあげた時の、ここの部分の角っていうね、ことが言えるわけですよ。ここが全体が、B, G, E, C、ちょっとね、図が汚くなっちゃうので、あえて書
かないですか。この BGEC が内接してると。そう考えると、この向かい合う角の中、ここが一緒ですよね。大丈夫ですか？だからこの角 GBC とここが一緒になるんだっていうことがわかるわけなんですよ。こことここ。内接する四角形の向かい合う角の反対側のところ。だから答えはこの ABC に対応するものがあればよくて、ある。じゃあ丸2が答えだなっていうことがわかるわけですね。はい、これで終わり。こんな感じで、とりあえずバーっと解説してきたんですけど、とりあえずね、全体を通してみると、やや難しかったですね。やや難しかったっていうか、傾向がね、変わってきたからね、得意、不得意とか、対策してきた人が意外とね、あれなんかちょっと違ったなっていう感じで、落としてしまった人も中にはいるんじゃないかなと思います。ただ、割とね、基本に忠実にしっかりとやっていくっていうことを守っていけば、誘導にうまく乗りながらね、そうしたら、できないものではないのかなっていう感じではありますね。ただできなかったとしても、しっかりと、こういう感じで見ていけばいいんだ。こういう感じで問題と向き合っていくんだ。これを通るって言われたら代入するとか、あとその整数問題って言ったら絞り込む。こうやって絞り込んでいくんだ。とか、その図形の形で見て、ひらめきを要さなくていいところ。要はその法べきの定理とか、こういう時に法べきの定理使うんだっていうもう見え見えな形と、そういう見え見えな形はある程度パターンとして押さえておくべきなんだとか、そういういろんなところ、そういったところをしっかりとこの動画の解説を通して学んでもらえたらいいかなと思います。何はともあれね、受験生の皆さんはお疲れ様でした。まだ2時が残ってるかもしれないんですけど、とりあえずちょっとは休んで、で、また気を引き締めて2時に向けて頑張ってもらえたらいいかなと思います。今後もね、ちゃんと有益な動画を出していこうと思ってるので、そちらもぜひチェックしてみてください。ということで、良かったと思う方はチャンネル登録、高評価、あと、こういう動画出してほしいというものをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。